せーの、アットウィズイッシュ、一生一緒にいてくれなのです。や。ゆうきです。りのです。りんです。前回は映像付きでお送りしましたが、通常回のラジオに戻りました。はい、ということで今回からこのオープニングトークを当番戦にしていきたいと思います。今回のおしゃべり担当はナノさんです。わー、私ですか。はなちゃんです。おしゃべりオンリー。おしゃべりオンにそんなでも急に振られてある？なんかエピソード、ありますか？なんだろうあ、でもこの間のうん。 TGC 愛知名古屋の時にはいはい。はい。私たち控え室いたらミーアイのミユが桜井美優氏がバーンってきてなんだ今韓国で流行ってるトゥチョンク？ツチョンクうん。ツチョンクっていうドバイもちチョコドバイもちクッキーチョコクッキー丸っこい流行ってるね。流行ってるやつをくれたね。タッパーに大量に入ったやつを持ってきて、タッパーに入ってたんだ。そうタッパあ、そうなんだ。ーもうもらったよ。あ、じゃあリノ気づかはなんかそう、私は帰ってきたら帰ってきたらなんか自分の椅子のところにポコンとなんか丸いやつがね丸いやつがあってみたいな。そしたらみゆちゃんが持ってきてくれたんだよって奈々ちゃんから聞いて、そうそれをすごいよねみゆ氏が配りに来てくれて、でそれ食べたんですけどめっちゃ美味しくて、めっちゃうまかっやた。ばかった。韓国でも食べたんですけど、食べたねそれよりも美味しくて、リノは正直韓国のよりも好きだった。そうだよね、私もなの、マジであ、本当？嘘、私もお菓子でうまいね。そうめちゃめちゃ美味しかったなっていう、それこのラジオを通してね、ありがとう。彼女にも言いましたけど、皆さんにもね、はい。桜井美優氏の作ったお菓子の美味しさを伝えたかったっていう、本当に器用。ぜひ食べてみてください。いやマジでそう食べれないマウントだよねそれ。みんな食べたいのにね食べれないっていや本当にみゆちゃんありがとうございました。ね、ありがとう。ちょっとタッパーで持ってきた光景面白かったです。お母さんかと思いました。そろそろもうちょっと本題行きましょう。そうですねということで、今回のコーナーはリン20歳記念こういう大人になりたい選手権。わー、なんですかそれは。はい、2月8日りんちゃんがですね20歳の誕生日を迎えました。おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。20歳と言ったらもう成人大人ということで、ボトナ。はい、一足先に20歳を迎えた私たちが大人ならピンチの時にどうするかを聞いて、こういう大人になりたいという一人を決めてもらいます。大丈夫。やばなんかこういう大人になりたくないってなんないかな。大丈夫、誰も選ばれない可能性ってあるよ。普通にあるからね。私はこういう大人にはなりたくないです。勘弁して勘弁して。ガビーありえるからね。全然ありえるから。頼みますよ。はい、頑張ります。ではシチュエーションその1、目を覚ましたら遅刻ギリギリ、真っ先にどうする？あバリエーションあるかもね。ねえ、確かに真っ先でしょ、まずでしょ。真っ先。遅刻してはないとまだ遅刻してないのか。ギリギリ。ギリギリか。ギリギリも何分かによるな。いや、そうだよね。うん10分。 10分前。にする10分前か。 10分前。私だったらもう10分で間に合うように頑うん張うんるけど、10分は厳しいな。15分とかならいけるんだけど、だから5分遅れですいませんって言いながら駆け込むあっていう、はい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 リアルな感じですね。ー、リアルですな。10分前でしでもとりあえず私はお手洗いに行き、うんうんうん。顔を洗い、歯ブラシとかそういうものは持って、もうガンダで出る。うん。間に合うようにってる。なんとしてでも。買って出る。そう。そうね。リノも全部遅刻ってそうね。持っていく。歯磨きとか持っていけるものは持っ持っててってく。そうそう。メイクしなきゃだったらメイク道具ももう全部バーってそう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 入れて持ってって顔洗って全部持ってってる。顔洗って全部全部持って持って出る。出るね。そうそうそう服もバーってきて。メイクとかはね、そう移動中とかにできる可能性もありますから全然。そうそう確かに。 3人とも似たり寄ったりの意見確かにだ。うんそうだよね、基本はね。リンリンならどうする？
いやリン結構5分だったら出れるかも。リンも顔洗ってトイレして全部持って出るかも。今だよね出れる。出るかな。何分前っていうのがね結構瀬戸際だよね。確かに。なんか服とか決めてないと。いやそうなんだよね。確かにねただのレッスンだったらどんな服でもいい確かけど。にシチュエーションによるよねそねの後のめっちゃそうなんだよな。確かなんか友達と出かけるとかそれきついわだったらまた違うかもな。うんつい。そう確かにね。だね。はいはいはい。服決めない時間かかっちゃうかもね。確かに私めっちゃ時間かかる。かかる。私はもう寝る前に明日の服をもうシミュレーションしてから寝るので、そんなに困るのでおすすめです。これ皆さん本当に大事ですね。明日何着ようかなって寝るうんみたいな。ということで、はいシチュエーション1の回答はこのような感じでした、はでは続いてのシチュエーション2に行きます、はい。出先で気づいたら左右違う靴を履いてたどういうこいやあなたならどうするこれ勇気やん。ですよこれごめんなさい。前が私とリーノは経験がないのでないちょっと想像がつかないんです全然ないないあるあるあるじゃない。全然ないないない。これはもううん全然ないない。すぎる私以外ないないでした、うんないのよ。左右違う靴を履いていどういう状況でした？なんかね、なんかのコンテンツでそうこれもラジオだった気がする。ね、うんいや多分出てでさ本当に出先だからもうなんだろう出て3分で気づいたとかじゃなくて出て目的地着いて取り戻せないなっていうの引き返せないとこまで来てから反対ってこと試着してた時じゃなかったっけ？そうそうそうなんかなんかお洋服お屋さん店お洋服屋さんで試着してする時に、うん店員さんに言われたんだっあ左右違う靴やって左右反対に履いてたんだあだから履き直せばいいんだけどこれは左右違う靴ということで、け？あ、そういうこと？ちょっと違いますねじゃあ私とはじゃあそういうここっちはでここでもっとないないに来たんだけどもっとないないもっとないないもうないないすぎる。すごいなまあめっちゃそれこそね急いでたのかもしれない。わかるつけずに出ちゃったのかもあ色違いの靴2足買ったみたいな。逆まあにそうじゃない最先端かもしれない。なんか微妙に似てるブラウンのブーツとかいいね。どうないないすぎるけどな、どうするそれがさ混じり合うような収納の仕方をまずしないまあまあ確かに確かにやんみたいなね。そうねまあでもとりあえず履いてたとしたら、まあおしゃれですって。なのちゃんならいける。これはこういうおしゃれです皆さん何か変ですかっていうもう開き直っちゃう私だったら。シルク減ったってなるけど一回失敗したってなるけど、で買いゲッターができないからねそう落ち帰れないしだめもう確かに3秒後にはもうこれが私のマイファッションですってなるほどそうするしかないかなみたいな。かも相当嫌だったら出先で靴を買う、そう新しいものを、リノもそうかな、買って履き替える。買うかな。まあ逆になんか言ってしまえばこれを機に買えって言ってるんだああねみたいなそうそうそう、髪がねそう言ってるからお告げかなみたいな。ポジティうんかな。買うファッションにする。ブ勇気はなんだろうそってなっれ以外ないて正直に周りに話すなんか間違えちゃいましたみたいな。で買うまでいくかわかんないけどでも確かにその考え方なかったかもあ神のお告げだっていうああうんそうそうそう。オッケーオッケーオッケー。っていう感じですね、はいということでやばい2つのシチュエーションでいろいろな対応をね聞いてもらいました2つのシチュエーションこれで決められるのかな。一個ないないすぎてもうなんか本当にないないだからもうそんないろんな対応ないしねめちゃめちゃおもろいな。じゃあまあねこんな感じでりんちゃんはい。こういう大人になりたいという人を1人決めてもらいましょうお願いします。大丈夫お願いしよ決められるのかな。この2つを踏まえた上でね。そう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 だね。はいはい。私がこういう大人になりたいと思ったのはりのちゃん。その決め手は何ですか？決め手は。いやーそのなんだろうこれは神のお告げやっていうそのもう買うぞっていうかっこよさは、まあ、みんなかっこいいんだけどかな。あとはその、まあ、考えが一番近いかな。なるほどね。あその確かにね。遅刻した時とか、うん全部もう持っていくとかね、
ちょっと難しい。いやでもそれでねこの2つでこれでねこういう大人になりたいってうん決めるのは難しい。しかも大人のさその例がさもう意味わかんない全部失敗みたいな感じになってるから普通さ誰もしないような悩みだって子供みたいな左右違う靴を履いて外出ちゃう大人にはなりたくないもん。まずねそもそもねそもそもそれはそういやおもろいお題が面白かったですねこれは確かに特殊なお題ありがとうございましはた。ありがとうございました。はい、ということでそんな私たちに聞いてほしいことやお悩みがあったらコメント欄にぜひぜひ書き込んでください。はい。人生に関わるお悩みから小さなお悩みまでお待ちしています。すごいじゃんそれではアットウィズイッシュ一生一緒にいてくれや。またねー。